ってます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。タコ様いけます。ありがとうございます。ブスランチです。おはようございます。元気よく言って。おはようございます。恥ずかしい。でもさ、今からどちらに？あ、保育園に行きますって言って。保育園に行きます。おはようございます。朝起きて6時か6時半ぐらいに起きて送りに行って、でそっからバス乗って電車乗って向かいます。第1回戦の戦争が始まってで仕事行ってからが2回戦です。楽しい一日。行ってきます。いってらっしゃい。すみません、ありがとうございました。朝のいつもこのルーティン。もうずっとそうです今日ちょっと余裕あるけど、いつももうなんかギリギリなんで走り回ってます。先ほどもおっしゃってましたけど、戦争。そう、ほんまに戦争です店始まってからは1年ぐらいなんで、逆に休みの日とかあった方が、急にその平日とか休み体調不良とかでやったら次の日めっちゃしんどくて、ルーティンが崩れたら体がだるいというか、多分動いてる方がいいんやろうなってめっちゃ思います今日もすみません、改めてよろしくお願いします。こんな田舎に来てもらってすいません、ほんまに。だから月曜日ってめっちゃ忙しいから、基本は11時半間に合わせなあかんなって頭の中でだいたいこうやっていこうっていうのは決めていつも向かうんですけど、気づいたら11時半になってます。ほんまに。何やったっけ、日本一長いかなんかじゃなかったですか、商店街。違かったっけ、多分一番長い、日本やったか分からんけど、なんかそんな商店街です。多分ここの一番端っこです。入り口、そうここですたまたま開いたんで、もともとここスナックやって、そうここおはよう。ピーマンは上か。いや、でもすぐ。これもう全部下の。いや、違うね、もう。寒くないですか。働く前は離婚したのが4年前、子供を養っていかなあかんってなって、その直近で言ったら水商売やってたんですよ。北新地で水商売やってて、2歳からの夢はずっと CA やったんですよ。
めちゃくちゃアホな高校やけど絶対入られへんって言われてたけど、もうほんまに死ぬ気で勉強して、そういう大学に行ってで、CA 目指してたけど、そう結論から言ったら、コロナで受けもできないというか、でその時にもうなんていうのできちゃったやったからでちょうどよかったんですけど、もう CA なんかももちろんなられへんし、主婦の道に一旦は行ったんですけど、でその後に、結婚してね、離婚して新地で働いて、そこからがやばかったですね。今めっちゃ笑ってますけど、その時子供守らなあかんって、もう専業主婦やったから働いてないじゃないですか。離婚したら収入がなくなるで、そうもう死ぬ気で働かないで、それこそほんまに保育園も預けさせれない年やったから、下 3,4 ヶ月1歳成り立てとか、でもそんな感じでした。だからどうにかしてね、夜そんなめっちゃ出んでいいようにしてあげたいっていうのはずっと思ってて、夕方ぐらいに預けに行くんですけど、迎えに行くのは朝方じゃないですか、寝かしてくれてるから。でももう朝迎えに行ったら子供らは寝てるからめっちゃ元気なんですよ、帰ってくる時。でも私寝てないじゃないですか。だからその睡眠時間とかも長く取れて1時間みたいな。だからもう今やったら考えられへんけど、もうとりあえずもう生きるのに必死みたいな感じでした。ほんまに超どん底からもうめっちゃ波乱万丈というか、とんでもない母ちゃんやなと思います。自分が子供やったら。そうでもそういう運命やったんやなと思います。そうじゃなかったら多分慣れてないもん、ね、慣れてないから店多分できてないと思います。そう多分導かれたんですそう導きそうお米をちょっと取りに行きます。上にないわ。やっぱりないの？大さじ。下のありました今。よいしょ。みんなお父さん。そうなんですよ。みんなほんまにお母さん、ほんまにっていうかそうお母さんです。基本そのなんていうの募集の仕方を女性がいいなと思ってて、でその夜働いてる時ももちろんシングルもめっちゃ多かったんで、思ってたのがお金と子供のためだけに同じ時間働くんやったら生きがいとかやりがいとか、ほんまそれこそ笑顔でできた方がいいよねっていうのはずっと思ってて、どうせ働くならほんまにこう仲良くって言ったら綺麗事かもしれんけど、メリハリつけて楽しいこともちょっと悲しいことも大変なことも同じ気持ちを持ってる人と働きたいなってずっと思ってて、安心しません？そうなんかこうおかんって聞いただけで、おかんがやってるらしいって言っただけでなんかちょっとこういい子かなって自分もなるから、そうですね感じかな。最初に豚汁に入れるごぼうとレンコンをちょっと炒めます。そのごぼうを切ってます。豚汁はもう定番とかなんですか？あ、そうなんですよ。メインっていうかそう売りで、結構豚汁具だくさんなんですけど、結構定食だけでもお腹いっぱいになると思うので、おかわりしてくださる方とかもいて結構人気ですね。綺麗なお野菜そう持ってきてくれるんですけど、いつもほんまにこれぐらいもっと大きいのとかあります。たまに人参とかもこんなめっちゃほんまに大きいいいお野菜を。
もともと自分が豚汁好きっていうのもあるんですけど、定食屋とか行ってもあんまりなんか本当に一から全部作ってて、お野菜とかにもこだわっててっていうのがあんまりこの辺にないなと思って、普通のお味噌汁よりかは豚汁の方がお野菜もいっぱい取れるし、最初だからだし巻きを売りにしてたから、だし巻きはおかずじゃないみたいな、なんかこう副菜というか、お肉あってだし巻きとかやったらわかるけどっていう人が結構多いイメージがあったから、それやったら豚汁もおかずになるよなと思って満足されるように。1階ではお一人なんですか？そうです。11時半になるまで一人です。基本下のことは任せといてって言ってます掃除とかももちろん時間なかったらやってもらうんですけど、自分でさあ今日も始まるぞっていう気持ちが締まるんで、掃除とかも全部します。自分がなんかこう一番やっぱりこうね、リーダー動いてなんぼやろうと思うタイプなので。なんか香りがめっちゃいい香りになるから、ごぼうはずっとあく抜かずにちょっと焦げ目つけて、で豚もちょっと焦げ目つけて、いやめっちゃ美味しくて、裏技裏技なんていうの、こだわり裏技。にんにく、これは生姜です。私の母親の豚汁に生姜とニンニクが入ってて、お母様？そう、ママがそう料理めっちゃ上手で、それもありますね、豚汁が好きなのは。この料理になられたのはそれがきっかけなんですか？そうですね、お料理できた方がいいよ女の子はっていう感じで、本当にちっちゃい時からその時はやらされてるっていう感覚やったけど、お料理めっちゃ上手やって、おやつとかも全部手作りやったんで。ちょっと蒸します。色綺麗し、いいと思う。いいよ。多すぎてすいません。麻婆豆腐を先作ります。
目分量。目分量です。毎日味違う。どこかで学ばれた。はい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 。いや全然麻婆豆腐っていうか辛い食べ物がめっちゃ好きで、それこそ麻婆豆腐とかもめっちゃいろんなところ行って食べて、なんか美味しいなと思ったら、なんか食べた時にあこれ入ってるんや入れてみようみたいな感じでどんどんなんかあこれ足そうあれ足そうってやっていったら、そう美味しくなりました。ほんまに独学です。なんかでも大概ニンニク入れたら何の料理でも美味しい気がする。分からんけど。これね、水入れるじゃないですか。次めっちゃ重なるんですけど、すんごい顔になるんですよ。重すぎて。だからそこ映さんといてくださいね。ほんまに鼻の穴すごいことになるんで。めっちゃ重たい。多分これ30キロぐらいもっとあるんちゃうかな。それは言い過ぎた。まだマシでした今日。頑張った。作るのじゃなくて火を通して最後に合わせて作るっていう調理方法でやっています。焦げ目もついて中までしっかりふっくら火が通るのですごい美味しいと思います。混ぜます。まだ回してないそれ。
パーティすごい香りますね。ーねえ美味しそう美味しそうもう味見すんでもいいかなって最近思ってますじゃあ辛いの食べ過ぎてそうまだちょっと病み上がりやから胃がしっかり中華鍋も使われてるんですね。そうなんですでもなんか可愛いミニサイズですめっちゃ軽いですだからミニサイズを使ってますいきます。私も子育てしてて久しぶりに働いたのはここだったんですけど、できることを生かせてできるかなと思って考えること多いので大変なんですけど、メンバーは面白いんでやってて面白いすずちゃんのことでやってて楽しいです。自分たちで考えてご飯作ったりとか、なんかそういうのができるのもすごい楽しいですし、たまにみんなで飲みに行ったりとかそんなんは楽しい。みんな本当に仲がいいので、それは一番の財産やね、ここで知り合った。そうですそうです酢豚とサワラプラス200で酢豚、サワラのサイズで、お客さんがこれ見てメイン選んでいただくっていう感じです。毎週月曜日に新しいメニューになるので、週替わり、あ、そうそう週替わりで。今週は甘酢あんたっぷり酢豚とサワラの西京焼きです。麻婆とカレーはあと卵、だし巻き卵はいつもあります。そこにも GoPro あるんですね。入り口で入ってくる。豚汁が全部に入ってる。そう入っててカレー以外全部入ってて、そんでメインが週替わりで A、B もう C いつもあるんで基本 A、B、C から選べて、なんかボスランチっていうのがあって、おばんざいが5種類かなとメイン2つとご飯豚汁サラダでは結構もうお腹いっぱいになるけど、なんかもういろんなの食べれるんで、それそう全体的にもう赤い。
運動神経いいね、間違いない。酢豚が2つと、サワラが1つ、これが回ってる。置いといてください。回るんです回るんですか？か。はい。酢豚にサワラ1。はい。僕ら東京ですから。東京なんですね。よく来られるんですか？何回目かですね、3回かですか。僕ら東京ですから。はい。東京なんです。東京。僕は近所なんですよ。今日は東京からお見えなので、今日はランチはここにしようと思って、昨日から決めてました。おばんざいすずさん来たら豚汁なんです。そうなんですよ。そうなんです。豚汁好きです。それで1000円でしょ。ありがたいですよね。すいません、お待たせしてます。お待たせしました酢豚です。はい。もう一つ酢豚です。お待たせしました。いけます。はい。終わってます。多く入れたら色々出ることに気づいて。今日10号に対して8ぐらい入れました。いただきます。いらっしゃいませ。こちらどうぞ。A にします。はい。いつも綺麗に食べて帰ってくれます。ほんまに気持ちいいぐらいね。魚でも骨までなくなってる。気持ちいいぐらい。いや、若いのにしっかりされてるなと思って安心してるんですけどね。料理美味しいです。サラダを下に入ってる。いける？今日は撮影。すいません、大変お待たせいたしました。だし巻きです。重たいのでお気をつけください。もう一個豚汁お願いします。酢豚お待たせしました。お待たせします。それにスキーを入れてください。酢豚にサワラ。はい。ありがとうございます。1200円で。ごちそうさまでした。気をつけて。この町は昔から知ってるんですけど、最近お昼ご飯高いんですけど、ここは1000円とか1200円で食べれるんで、それはお買い得感があります。野菜の量も多いし、僕初めてですね。めちゃめちゃ美味しかったです。一日中頑張ってはるから頑張ってねですね。また食べに来ます。すごい皆さんめっちゃ綺麗に食べられてますね。ありがたいですね。綺麗に食べれんかったらみんなめっちゃ嫌われる。
せん絶対映りたいから来たよまたヘルプヘルプ。あ2つと酢豚2つ1つがご飯少ない。はいもう1個がサワラはい酢豚2のサワラ1でサワラご飯少なめ酢豚か酢豚でいいですかはいお酢ですお酢ここはおかずのバランスがとてもいいです。健康に気を使うその時のためにここはよく利用させてもらってますね。あとお店の方の感じがいいですよね。皆さんまず味は大事ですけど、プラス感じもいいのでいいです。頑張ってください。家賃払うのだるい。サウラ OK です。これちょっと少ない方です。ライス小です。はいさっき酢豚ですちょっと重たいゆうさんご飯こんなもんでいける全然いいね。ありがとう。はいサンキュー。いけるどうですかお味は。美味しいです。職場近くて時間ある時とかは外食続いた時はなんか手料理食べたりとかよく来てます。常連様とかは結構多いんですか？あでも結構多いですそうもう常連どころじゃないぐらい常連です自動的にあこれ好きやなみたいな感じでなんかその常連さんは基本覚えてますこの人椎茸嫌いやなとかひじき嫌いやなとかポテサラ好きやなみたいなのは覚えてますだから入れるようにします期待くれたら地道な努力が大事ですよね食堂のおばちゃんならぬ食堂のお姉ちゃんなんではい4000円のお戻しですありがとうございますありがとうございます近かったかな。そう1時間半ぐらい。ありがとうございますありがとうございますはい、お待たせしてます。まず一つ目、結構すぐ巻いてるんで。すいません、お待たせしてます。はい、しました。足早いね。運動神経いいね。バスケ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってね。あんな感じ派手に見えますけどすごい聞き上手やったりするんで、ファンも多いんじゃないかなと思います。なんか小さいところにも手抜いてるとこを見たことがないというか至るところにこだわりが詰まってるというか、プロ意識っていうところがあるところっていうのはすごいなと思いますしいろんな意味で刺激はもらってますね。なんかいろんな人の心に響くすずちゃんに会いに行きたいなって思われるような店になったらすごい僕らも嬉しいなと思うので、僕たちはずっとファンで居続けて応援しようかなと思ってます。いつも美味しいご飯を食べさせていただいてありがとうございます。これからも一緒に頑張っていきましょう。おばんざいの量もすごい品数がそうなんです。なんかこうそのボスランチやったら5種類絶対なかったらあかんから、そうなんか私の中で例えばそのお連れさん2人来てたとしたら全く同じおばんざいじゃなくて、なんかこうこっちはこんなおばんざいなんや、こっちはこんなんなんやの方が面白いっていうか楽しいなと思って、基本ばんざいの量は種類は多くしときたいなっていうのはありますね。11種類。11種類ですね。すごいと思います本当に。みんなほんまに
最初バタバタしてたんですけど、めっちゃ手際がやっぱり慣れってすごいなと思って、そうみんなそのポジティブなんですよ。例えばですけど、私が今日めっちゃ暇やなみたいに言っても、大丈夫大丈夫みたいな、いやでもまた明日頑張ればええやんとか、何かがあっても助けてくれる強い、ほんまに友達とかじゃなく仲間、そうそう、いい仲間やなってほんまに思います。年とか関係なくみんな子供をして同じ忙しい中、すごいこう人のことを思えて、私めっちゃ気強いんですけど、そうなんかみんなとおったら気がちょっとだけそう優しくなれる感じですね、ほんまに。はい、そんな感じです。ありがとうございました。ありがとうございます。お待ちしています。ありがとうございます。よいしょ。そんなわけ。どうやって集まったメンバーというか。あずさちゃんはあれです。 SNS なんか TikTok を見てきて、その働きたいって言ってそう来てくれて、あずさちゃんです。どうでしょう。最近からですか3月半ばぐらいから娘が一人でシングルなので、なかなか夜は働きに出れなくて、の時にたまたま TikTok ですずちゃんが流れてきて、おばんざいすずのインスタグラムに飛んだらちょうど求人も募集されてて、それでもうここやってなって、すごいもう本当に皆さんいい方ばっかりで、来たらもう楽しくて一瞬で時間が過ぎます。はい。あとなんか祝日たまに営業するんですけど、その時とかはもうみんな子供連れてきて、で上がちょっとスペースあるので子供だけで遊んでもらって、お母さんたちは仕事っていうのもすごくシングルからしたら助かります。めっちゃもう全部がいいと思います。皆さん作られるんですか？作れるように今頑張ってるとこなんですよ。もし失敗したらカットで。それにフィットしてくれるから。飲みまくる。何年って介護で見たら。同じなんですよ AI も。真似をして。そうすると格差も広がるんですよ。そうですよね。何がいいですかね。何がいいでしょう。全然。みんなコンピューターやってくれたら。すいません。いかがですか今日の出来栄えは。何点ですか。言いにくい。100ではない。だから私はなんか強火、常に強火だから焦げやすい目に手早くやらないといけないんで、繰り返すのが難しいって感じで、何回かこう家で練習したりとか、で残って卵を持ってきて練習したりとか何回かやりました。だけどやっぱりすーちゃんの方がうまい。でも採点もちょっと厳しかったでしょ。まだまだ伸びしろがあるってことです。いうふうに考えます。ありがとうございます。ありがとうございます。プログラムの勉強ね、仕事でやるからすぐ覚えるじゃないですか。学校の先生。だってほっといてもスマホは聞いたら南ちゃんよろしく言った。ほら南ちゃんの時に来てくれた。そう昼じゃないよ。年だからお前何してんねんと。IT 業界もまあとこ探しまんねんから。でもあれ以上は IT 系はこの名前はね、シズの麻婆豆腐。シズの麻婆豆腐。森さんがそう勝手にあれやから。絶対1位で絶対麻婆豆腐なんです。
何時に来ようが雨が降ってようが絶対豚汁ちゃうわ麻婆豆腐辛みとか足されてましたけど覚えてらっしゃる。もちろん、はい、辛いのが好きなんで、その人によってめっちゃ覚えてます。あ、この人だし巻き好きやなとか、そうポテトサラダ好きやなとか、ひじき嫌いやなとか、なすび嫌いやなとか全部覚えてます。中でもそれでスーさんの作る麻婆豆腐がお気に入り。そうやな。ラブ麻婆豆腐やな。お店の雰囲気作りですごく大切にされてることはあるんですか？あります。なんかそのお母さんがやってるから、お母さんがやってるのになんかもうピリピリしてるとか嫌じゃないですか。自分の家のようになんか例えば実家帰ったらちょっとなんかホッとするというか雰囲気が良くて、やっぱりその働かれてる方とかも多いから。やっぱりなんかこうホッとするやなみたいな、お母さんなんか優しいというか、味もやけどなんかこう雰囲気もどんだけ忙しくても笑顔でいいよねっていうのはもうみんなで話してて、例えばですけどスタッフ同士も喋る時も気をつけたりしてるし、最初の方はやっぱ余裕なかったんで結構ピリピリしてたんですけど、そうやってちょっと心がけるようになったら本当にそういう感じ、結構雰囲気がいいって言ってくれることが多いので。もうあんた17、18の学生んだよ。そうですね、タッパーでおろしてほしいです。そういつもね、あれに入れるんですよ。これは何をですか？これまかないです。20と45がね、45を入れたい。じゃあ、その45リッターの袋ください。いただきます。普通のちょっとフォローなんていうの？ラメがもっと粗い。こうやってね。これをウスランチです。魚全部一緒やと思う。英語しか魚編のやつ全部一緒に。チーってなんか美味しく感じるもん絶対。ほんまに愛情はみんなのコメントを引き出せるように。素晴らしい。
開業するっていうのはもうずっとこのお店をしたかったんですか？したかったんですよ。ずっとしたくて、たまたまその元なんていうの旦那も結構体とか鍛えてたりしてたんで、結構食にはこうちゃんとしたいねって思ってたんでしてたんですよ。それで自分もそのなんかこうスポーツも好きやし、ね、食べ物好きやから、あこれ取ったらこれにいいんやとかそういうのをまあ勉強しててめっちゃこれ健康なカフェとか作ったら売れんちゃんみたいな感じで絶対やろうみたいなやりたいってなって、それぐらいの時からそうずっと思ってはいたんで、まずは一番最初に出るのはやっぱ感謝っていうのはすごいあって、多分めちゃくちゃわんぱくやから私がすごい多分気使わせちゃってるやろうなってふと思う時あるんですけど、なんかやってる時ってそこまで頭が私回らへんくて、でも何も言わずになんかそっとこうフォローしてくれたりとか、なんかそういう時に私ってちっちゃいなって思ったりするんですけど、そういうことを気づかせてくれる存在というか、責任者やからとかパートやからとか関係ないと思ってて、私一人として見てるし接してるんで、向こうもそう思って接してくれてるんで、一切そのみんなの口からネガティブな言葉を聞いたことがなくて、いつも前向きにやってくれてることに対して本当にね感謝しかないなって思います。続けるってすごい難しい。だからやっとまだ1年って思うぐらいなんで、そのお店開けてから。だからこれから先もめっちゃいろんなことあると思うけど、仕事だけに関わらずお母さんなんで子供のこともあるし、それでも息抜きする場所でもあるし、一生懸命なれる場所でもあるし、そういう場所でありたいし、そういうみんなでいてほしいなって思います。はい。去年亡くなりました。ちょうど緊急事態の時に心筋梗塞でというか、毎日やっとることやっぱやらんとね、体調崩してというか、なんかペース崩して81です。おばあちゃんがずっとやってたんで、ソースの合わせ方とかはおばあさんがやっとった通りにやりました。私が小学校1年生の時からずっといらっしゃるパートさんで、先代のおばあちゃんとずっと一緒にやってくれてたのはもうほんまに一つやもん。来年50年くらいになる。マットのこれしな
場やったんですよ。90そんなもん。100円足らずらしいで。もうやっぱ震災後もう早かった。震災後にもう一番奥の市場がもう潰れてしまったから、これ全部震災でもうそのままで。もう今ホルモン屋さんとうちとここだけここが中畑さんっていうホルモン屋さん、これももうめちゃめちゃ有名なお店で貴重な55年、私が25から80。もう真面目にコツコツと。これ一つ。これがホルモンです。これが心臓で、これがレバー。一応うちはこれだけ。子供さんは亡くなったら亡くなったでまたコンビニなり買い物するやると思うんやけども、子供もの見守りも兼ねてコンビニではできないようなところをカバーしながら、商売しているような感じです。でもこんだけ一番何百軒あった中で2つとも神社のこの土地やから、うちも残ってるしホルモン屋さんも残ってるっていうのはだからパワーあるんちゃうかなと。そう隣近所って言っても私もちっちゃい時からのみんな育ててもらった人らばっかりやからすごい頼りにしてます。はい、ありがとう。あ、こうちゃんどうぞ。あ、お兄ちゃんありがとう。すみません、ありがとうございます。ありがとう。
ありがとう。ココちゃんが来ると思わへんからびっくりした。はい、ありがとう。これをまた味入れるの今から結構時間かかるから。いらんけど油を流して筋も何焼いとく？はいはい焼いときます。たっぷり1枚たっぷり収納できます。扉の下にはあとは寒かったら一日会えんかって季節は変わろうと迷いやつお邪魔。すいません、もう家族写真もおはようございます。ありがとうございます。乗りますと、はい、わかりました。これははい、はい、できました。全部で4つ。ペヨンさん、最初が上がりです。いらっしゃい、どうぞ。
いません、中火1本ください。キリンでありがとう。ちゃんぽん卵ポンペちゃんぽんそば薄切りです終わります。おそばが早いので、4ペン上がりです。はいどうぞ。マヨネーズはいいの？月1回は必ず来ます。ネギ筋ですね。トロトロですごい美味しいんですよ。醤油もつけてきてくれるんですけど、それがまた美味しい。私は最後の締めなんです。おうどんとそばと豚玉が2つ。はい。カツオとか青のりどうしましょう。青のりいらない。かけといて。あってもいいです、それも。カツオだけで紅生姜。タコ玉いけます。
はい、ありがとう。豚とイカとタコと買いました。エビが書いてないのに入ってるんですよ。初めてだから食べた時にエビが入ってたんで嬉しかったです。メニューないもんね。はい、2人です。これで1個ね。わかりました。ありがとう。290円引き上げます。大阪王将は全国に360円の時間のレジがこのままでありがとうございます。ありがとう。ありがとう。海苔巻きでいきます。何をかける？さて、寿司ネジ。はい、どうぞ。はい。うちのおばあさんがもともとやり始めた店なので、戦後すぐに戦争行って帰ってきてないから子供さんに食べさせに始めた店がここです。でその光の由来も おじいさんの名前が照夫さんっていう、そのおじいさんが帰ってくるように光を取って光。ありがとう。いや、いつも元気で明るい人やからね、美味しく食べさせてもらってます。すり焼きの卵入り。肉玉、筋玉、玉のり。あと筋そば。はい、わかりました
おそばが早いので、あこそばのオムレツまた食べるみたい藤玉。ありがとう。おのり巻きとちゃんぽんが必要ですね。お好み焼きと海苔の味が食感変わるよね。変わりますね。柔らかい。海苔の風味がなかなかうまい。めっちゃうまい。お待たせです。どうぞ。オムレツ、オムレツ、はい。前回は右の脳やったけど、今回は左の脳やから、なんかまたバットちゃうんやって。でもこればっかりはもう多分時間がそれになっとんねんもんね。この間からの。面接もライン面接。人が好きにやってる番組か。多分重い人が多いから、昨日会うとったからステント入れてもすぐ戻る人は戻るしな、そんな倒れて入院して人もおるし、でもかといってそのやったらな、なかったら。
年ぐらいの10年もっと15年ぐらい。今食べてる筋のオムレツとか、あとしそ焼き、薄焼きみたいなのにしそ入れてもらって、しそ焼き。これは2人がこの辺に出張で来るんで、じゃあ近くにうまい店あるから行くぞと。鬼巻きはめっちゃうまかったんですよ。今来ますね、ここは。ここはほんまにまた来たいですね。あの雰囲気を保ったまま頑張ってもらいたいですね。はい。はい、ありがとうございます。ありがとう。これ天かすです。カウンターどうぞ。おばあちゃんに聞いた話は、おばあさん20代子育てしながら店やったので、戦後物のない時代やけど海が近いから問屋さんとかもいはって、ほんで海苔をもらってたって言ってた。で最初上にお好みの上に乗せたりして食べよったけど、それを巻くようになって、で巻いたまま最初は出してお客さんが切ってくれよったけど、切った方があれやで切るようになって、で昔はそんなに今みたいに海苔巻きって出えへんかったけど、最近よう出ます。お箸でも手でつまんでもいける。海苔巻きだけはなんかお好みで持って帰るより海苔で巻いて持って帰った方が美味しい気がする。これは私だけかもしれない。はい、じゃあ根本さんどうぞ。はい、ありがとうございます。うちのおばあさんの家
家に10代の時に下宿してた時からのお客さん、70年前。カルシウムの不足分を補います。簡単に水不足が気になるあなたに通勤生活のこれも味がついてますのでね、感じが最高あるある。分かったもんな。この感じのとこにこう取れて。育ててもらった人らばっかりやから頼りにして。
のカツを使ってます。ウルメ、サバ、メジカ、厚削りカツ。今私一人やし、もう賞味2、3時間だけやからもうこれ一杯だけやけど、昔はこの釜で出しとってたから。これは丼つゆです。丼のだしです。一番下の子はゆくゆくは俺がやりたいっていうのはずっと言ってたから、レシピ置いといてねってお父さんが元気な時からずっと言ってたけど、今の仕事を辞めてまでこれを続けるっていうのはどうかなとは思うけどな。私が嫁に来た時にはお餅売っててお団子売ってて再開発なるっていうんで、主人がその会社辞めて、俺は麺が好きやからうどんをやりたい。本当に正直そばはもう乾麺です。一昨年の11月に肺がんステージ4って言われて、去年の11月に亡くなって、夢に出てくるだけなんだけど、お父さんって厨房で2人でこうやって仕事してるところしか見ない。無言で店やってほしいって言ってんだろうなと思って、パートさん入れるほどの余裕も絶対売り上げもないのも分かってたから、やるなら一人でやらなあかん、その心構えがどんだけできるかっていうので、もう1月の半ばぐらいまでかかったけど、なんとかやろうと思ってやりました。この鰹節をね、保護犬保護猫の団体さんに届けてくれる人がいてて、これを粉末にして餌に混ぜると食欲のない子が食べてくれるってすごい喜んでもらってるのって言われて。うどんだしです。
当に仕事にはもうきっちりしてる人やったな。ここにこれがないとダメって、もう見なくてもこう取れるように決まった場所に戻せって、そういうのすごい言ってたしな。もう無理とか、もうしんどいから嫌やとかってそんな思ったこともないし、やめよういう選択肢もないし、やってても見てくれてないんだよね。それから食ってねとかって言いながら。はい。
5分でお願いします。はい、すいません。ありがとうございます。どうも。
350円です。ありがとうございました。先に。いらっしゃい。こんにちは。いらっしゃい。すいません。ありがとうございます。天とちうどん。
らでも。ありがとうございます。ずっともうコロナでね。ああ、そうやな。いいよいいよ。うどんで3つ。はい。一回私も受けてからな、お客さんがな、それこそ2回生今週日曜日ゴルフ行ってはんねん。それマンションまで送ってる。今いる方みんな常連さんです。そう。カレーうどん。はい。皆さん一緒なんで。あ、3人ね。あ、そうやそうや。よう覚えてた。そうなんや。失礼いたしました。やっぱり。
んやとな言っときやからなで12時からやったでしょ、ほんまにしんどい。あげありがとうばっかりで。ありがとうございました。ごちそうさま。書いた自分の字が読めないし、そんな眼鏡かけなあかんし、もうそんなん面倒くさいから、オーダーはもうみんな誰が何しても一回聞いた。22、3人。半分片付きました。